夢見る前に私飛んで行きたい心のオールノールが開いてく響いてく少しずつの幸せ勇気を奏で出すの今君の目にいっぱいの未来言葉は永遠のシグナル Don't forget to try mine 愛はジュエルより全てを輝かす時に西暦1889年、南極の秘密基地に着いたジャンとナディアはネモ船長にクジラのイリオンを紹介される。彼はナディアに父と兄に再会するだろうと予言し去ってしまった。そして今日もネオアトランティスを追ってノーチラス号の航海は続く。それでは始めてくれ。まず流通経済関係ですが、先月までのガーフィッシュ1型の通商破壊工作により羊毛等の輸出入はほぼ 80% 我々の手中に入っており、各国の武器の輸出も現在のところ順調です。利潤は予定を 3% ほど上回りました。現在ネオアトランティスは世界の通貨の80分の1を動かすに至っております。次に軍事関係ですが、空中戦艦の2番艦は偽装がすでに 60% ほど進んでおり、ほぼ期日通りに完成する予定です。なお偽装完成したガーフィッシュ2型が7隻、これも近日中には稼働いたします。本日バベルの塔も第2号路の建設に着手しました。ノーチラス号はどうした？はっ、併合作戦の後製造が確認されておりません。やはり沈没したのでは。沈没現場でノーチラスの残骸は確認されておらん。ネモのことだ。どこかに隠れて密かに我々の動きを探っているに違いない。はい、エレクトラです。おはようございます。副長、お休みのところすみませんが、ブリッジに来てください。ガーフィッシュらしきものを距離3万で発見しました。わかりました。すぐ行きます。どうも低血圧はいけないわね。朝に弱くって。おはようございます。おはようございます。どう思います？わからないわね。消えた。故障かな。クジラかもしれんな。とにかく指向性電波で確認を。はい。ジャンタラ、この頃いつもエレクトラさんのところで本を読んでるか新しい発明品を作ってるかでちっとも遊びに来ないじゃない。どうしたの？ねえ、ナディアったらナディアも一緒に遊ぼうよ。あ、そっか、ジャンが遊びに来てくれないからつまんないのね。そんなんじゃないわよ。マリーったらごめんね。泣かないでね。じゃあジャンのところに遊びに行きましょうかねえマリー。まったく嘘泣きなんてどこで覚えたの？サンさんが教えて
教えないんだから。やだよ、季節外れの風かね。でも愛するネモ様の服を洗濯できるなんて、私は三国一の過宝物だよ。け付き合わされるこっちの身にもなってくれってんだ。ああ、何が悲しくてこのサンソン様が洗濯なんぞ。ほほほ。何言ってんだ。これからのナウい男は家事くらいできないと女にモテないよ。まったも海の男ネモ船長は別だがね。どうじゃん、調子は。バッチリさ。もうすぐ完成だよ。細工は隆々、仕上げをごろうじろ。これってあれなの？空飛ぶ機械なの？そうだよ。でも今度はプロペラもついてないわよ。うん。この発明は空気と燃料をこの中で燃やして後ろに炎を吹き出すんだ。その反動で空を飛ぶのさ。この自動開閉弁に特徴があるんだ。もっとも出力が弱いからまだ人は乗れないけどね。またインチキな発明じゃないでしょうね。大丈夫、理論は完璧なんだ。待っててね、ナディア。この発明できっとアフリカに連れてってあげるからね。できた。準備完了。お、できたのか？うん、実験開始だよ。やったやった、すごい。本当に空を飛んでる。当たり前さ。僕の理論は完璧なんだ。すげえ。何？攻撃か。ごめん。何の音でしたか？どうもジャンの発明が失敗したらしい。ったく人騒がせな。また反応が現れました。こいつはやはりガーフィッシュか。さっきの爆発音で見つかったのかしら。ありえるの。まあ、そうがっくりするなって。そう失敗の積み重ねが男を強くしていくんだなあ、ジャン。大丈夫、心配はいらないよ。こんなこともあろうかと密かにもう一つ作っておいたんだ。ジャン、お前な、2本目の矢があると思ってるから1本目に気を抜いてこんな失敗をしちまうんだ。そうなの？呆れた人ね、ほんと。急速先行、急速先行。上甲板にいる者は直ちに艦内へ退避。やばい。偉いぞジャン。アルさん、早く。何言ってんだよ。せっかくまた洗い直したばっかりなのに。何言ってんですかい。命あっての物取りです。ネモ様の服が、ネモ様の服が。深度50メートル、速度3分の1。ガーフィッシュまであと1万2000。正確にこちらへ向かってきます。見つかったのでしょうか？わからん。単身音はまだ出ていません。撃って出るか？しかし奴らはまだ我々が健在なのに気づいてないはずじゃ。そうです。その隙をついて一気に攻勢に出るしか手はないと思います。でもガーゴイルがどこにいるかもわからないのに
そんな神頼みの作戦は。比嘉兵力の差がすでに20対1を超えている中で、他にどういった作戦があるというの？ありはしないのよ。指向性単身音です。奴らに発見されたと思われます。なんてこと。やむをえん。全艦戦闘配置。何？ノーチラス号を発見しただと？はい、第28号から我ノーチラス号と遭遇。これより交戦に入るとの通信が入りました。そうか、ネモは健在だったか。まあよい、報告を続けたまえ。先に自爆したバベルの塔第1号路のデータに基づき再検討をしました結果、報告します。ただいま第28号からの音信が途絶えました。おそらく爆沈されたと思われます。またネモのノーチラスか。まったく目の上のコブが舞い戻ってくるとはな。しかしノーチラス号が生きていたとなると、この空中戦艦の性能実験にはもってこいの素材ですな。まあいい、お遊びはここまでにしておくか。遊びでやってんじゃないんだ。分かってんのか？うんじゃないだろう。はい。本当にもういい。はい。ジャン君。はい。君が何をしたのか分かってるね。はい。小さなミスも時には大勢の人間の命に関わることがある。それを忘れないでくれ。はい。ではよろしい。はい。で、ジャンのやつネモに叱られてどうしてんだ？また飛行機作ってる。そうか、めげずにまた飛行機を作ってんのか。努力と根性の子供だな。子供はサンソンです。ねえパパ。さあ、じゃあみんなでご飯にしましょう。とほほう。ダンディを誇るこのサンソン様とあろうものが何が悲しくてこんなことを。今まで作り続けた俺のイメージが崩れちまうぜ。なあ、おいハンさん、そろそろ変われよな。ああ、液状の効果的タイトを完成させたらね。けジャンの発明にライバル意識を燃やしやがって。なあ、こんな遊びはエレクトラにやってもらえないのか？いやよ、あのおばさん怖いもん。勉強ばっかりさせられるのやだもん。だとさ、しつけに厳しいしっかりした人じゃないか。じゃあナディアはどうした？ジャンの宝に行ってる。春季のカップラいいね。仲が良くって。何をジャンたら、はい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 返事ばかりして、何もわざとやったわけじゃないのに一言も言い返せないなんて本当に育児なしね。仕方ないよ、悪いのは僕なんだから。もう諦めが早いのね。違うよ、僕がまだ子供なだけだよ。どうも髪の毛が邪魔だな。いいわ、私がネモ船長に行ってきてあげる。ナディア。どうしたんじゃナディア。ネモ船長は？多分船長室じゃろ。船長室？ネモ船長、ナディアが会いたいと言っとるがどうするかの。分かった、行こう。どうしてジャンがいけないの？わからないのか。そうよ。どうしてジャンがあんなに叱られなくちゃいけないの？今の君に言っても仕方がない。ずるいわ。逃げるのね。違うわナディア、落ち着きなさい。何よ、ガーフィッシュに見つかったからってどうせやっつけるんだから同じじゃない。ナディア、そういうことは子供が口を出すことではないわ。大人っていつもそう。自分たちの都合が悪くなれば子供と言って取り合ってくれないのよ。卑怯者。大人なんて大嫌い。ナディア、
しいことを言うものではない。それですごすご逃げ帰ってきたってわけか。まあ私もそんな時期があったけどね。大人のやることが何でも汚く見えちゃう時がね。グランディスさんにも思春期があったの？なんだ失礼だね。私はまだ20代だよ。ごめんなさい。まあいいさ。大人のやることは許せなかったけど、そのうち物事には必ず理由があるってことに気がついたのさ。大人のやることにはそれなりの訳があるってね。まああんたも自分が少女だったと思う時が来るのさ。ところでボーイフレンドのジャンはどうしたんだ？この肝心な時に。ジャンはまたエレクトラさんのところに行ってると思うわ。そうか。まエレクトラにジャンを取られないようにするんだね。ジャンは早く母親を亡くしたんだろ。あれは絶対マザコンかシスコンだね。何それ？知らないのか？年上の女に憧れる男どものことだよ。まったくあのメギツネめ。ネモ船長だけでなく子供にまでちょっかい出そうってのかね。くしゅ。あらごめんなさい。どうしたの？変ね。誰かが私の噂してるのかしら。きっと誰かが美人だって言ってるんだよ。あらお上手ね。でもそういう言葉はナディアに言ってあげなさい。ダメだよナディアは。そんなこと言ったって嘘だと思って信じてくれないんだ。ジャン、褒められて嬉しくない女の子はいないわ。頑張りなさいね。何してたのよ。何ってエーテル理論のわからないところを聞いてたんだよ。嘘。その頭は何よ。頭を買ってもらったんでしょ。何かにつけてすぐエレクトラさんの部屋に入っていくんだから。いやらしい。そんな誤解だよ。どうかしらねえキング。ナディア今日は綺麗だね。とっても綺麗だよ。どうしたのじゃ。熱でもあるの？いや本当は褒められて嬉しくない女の子はいないって聞いたから。誰の言葉なの？エレクトラさん。ジャンなんてジャンなんてジャンなんて大嫌い。どうしてエレクトラさんの嘘つき。何よ何よ何よ。ジャンタラエレクトラとばっかり仲良くして。どうぞ。あらいらっしゃい。珍しいわね。どう？ジャンに何か言われたの？そのことでお話があるの。そう。じゃあお風呂に行きましょうか。お風呂？はあ、エレクトラさん、ジャンのことどう思ってるんですか？そうね、弟みたいな子ね。弟？とにかくジャンに変なことを吹き込まないでください。あなたはジャンのことをどう思ってるの？ただのお友達よ。そう。あなたこそネモ船長のことどう思ってるの？そう、好きよ。意外かしら。あんな冷たい男のどこがいいの？冷たい男。そうね。でも彼はその分傷ついてるのよ。あの人は大勢の人間を殺しているわ。でもいつかその責任は必ず取る人なの。彼がいなかったら私も今生きてはいないわ。13年前から何度も助けられたのよ。そんな危ない目にあってまでどうしてガーゴイルとネオアトランティスと戦っているの？彼らの非道な行いは誰かが止めなければならない。
今それができるのは彼らと同じ科学力を持っているこのノーチラス号だけなの。大義名分ね。大義名分って人が何かを行う時に必要な理由のことよ。でもそれだけじゃないの。復讐よ。復讐？そうよ。私には弟がいたの。いた？じゃあ今はどこにいるんですか？もう13年間両親と同じところにいるわ。どこに？湖の底よ。13年前一人の男に私のふるさとは滅ぼされたの。その時にね。きっとガーゴイルがやったのね。なんてひどい。そうね、本当にひどい男。その時ネモ船長に助けられたの？ええ。生き残った人は他にもいるわ。その人たちが集まってこの船を作ったのよ。ガーゴイルと彼の組織ネオアトランティスに復讐するために。ちゃんと手を洗ってね。爪もよ。ネモ船長、いつまであの子供たちをこの船に乗せておくつもりなのですか？確かにナディアはネオアトランティスに狙われています。ここにいた方が安全でしょう。しかしこの船はいつ自沈する運命にあるのかわからないのです。まさかナディアと一緒に死ぬつもりなのですか？接近中の航行物をガーフィッシュと確認。船長、至急ブリッジに来てください。分かった、すぐに戻る。ネモ船長。戦闘配置だ、副長。はい。すごい、6隻目が現れました。四方八方囲まれてますね。この海域の水深は300もありません。船長、10時方向にケルマディック海溝があります。long元全速、ケルマディック海溝へ向かう。了解。ノーチラス号は予定通りケルマディック海溝に転進しました。ネズミが袋に入っているか。もうすぐ君ともお別れだな、ネモ君。全艦第一種戦闘配置。はい。全艦第一種戦闘配置。対潜水艦船用意。非戦闘員は第3ブロックへ退避。今回のはちょっとヤバそうだな。どうして？どうも空気がピリピリしてやがる。ああ、いつもよりノーチラス号を探す単身音の数が多いしね。いよいよ本気で本艦を沈めるつもりか。